皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。1万年前の勇者はゾナウかゾナウの助けを借りていたということになるでしょうか。スカイウォードソードブレスオブザワイルドのネタバレを少し含みます。お気をつけください。今回はセカンド PV の投資の考察2回目です。皆さんからいただいたコメントを踏まえて新しい視点でもう一度全部見ていきます。要所要所はっきりと見れるように拡大して見せたりもしていきます。いきましょうか。まず最初のシーン、前回同様僕はこの左下の濃い怨念の動き方からスカイウォードソードの終焉のものの髪の毛ではないかと思っています。前回お話ししましたね。そして直後に一瞬だけ映るリンクのシーン、こちらは見逃していました。リンクの右手が怨念に侵食されていってるというものでまず間違いないかと思います。視聴者の方からコメントいただいたんですが、画面右にマスターソードが見えることからマスターソードを持った手ごといかれちゃってますね。ファースト PV でもマスターソードを背中に刺していたことから続編は最初からマスターソード持ってるのかなとか、ガノンが暴れたあの揺れで奈落の底に落ちたとかいろいろ予想していましたが、例えばこれが序盤で怨念に侵食されてこれを機に使えなくなってしまう、または失ってしまうみたいな展開なんでしょうか。少し後の天空のシーンでリンクの右手が怨念の赤い感じでもなく青緑のファースト PV の右手っぽい色でもないボロボロのゾナウ迷路のような右手になっているのはその2つが混ざっているからなんでしょうか。ストーリーを進めるとだんだんマシになっていくのかもしれませんね。次のシーン、ガノンミイラが一瞬だけ映ります。最初の考察動画で詳しくお話ししていますので、よろしければそちらの動画をご覧ください。拡大した画像を貼って割愛します。次のゼルダが落ちていくシーンも割愛です。次は天空のシーンです。この前は気づかなかったんですが、画面真ん中に見えてるオレンジ色の島と画面上の方の道がついている島は時間が経つと幅がずれていってることから別々の島であることが分かりました。オレンジの島の方が高い場所に位置しているって意味ですね。中心部は雲でよく見えないですが、水が張ってるんですかね。ハイリア湖みたいな感じですかね。そしてこの雲の上からダイブしていく人物についてです。僕としては1番目の考察でお話しした通り、天空の世界は1万年前の勇者の時代だと思っていて、リンクが意識だけを移してアバターのような使い方で過去を冒険しているんじゃないかと思っていました。なのでこの人物の中身は完全にリンクだと思い込んでいたんですが、何人かの方から実はゼルダなんじゃないですか、常に後ろ姿で不自然です、足も巫女服っぽいといった内容のコメントをいただきました。結構たくさんいただいたんですよね。確かに直前のシーンでゼルダが奈落に落ちていき、続きで明るい空に出てきたように解釈することもできますね。これは視聴者の方からもコメントいただきました。もちろん直後ではないにしろ光の広がり方が暗いトンネルを抜けたように見えます。そしてもう一つコメントであったんですが、天空にいる映像の時に一度も顔を見せていないんですね。しかし顔を見せないという点のことを考えてみると、例えば中身はリンクだけど外見が別人だからそのサプライズを次のトレーラーに取っておいてるという可能性もありますよね。少し後にパラセールで滑空してるシーンもありますが、地上も天空も共通のパラセールを使ってるということは、リンクが1万年前の勇者に意識だけ入るといったようなアバターのような感じではなくて、リンクの体が変化しているんでしょうか。それか太古の勇者が使っていたパラセールが現代でも最近発見されて、それを現代のリンクが使っているという考え方もできますかね。この人物の顔を拡大してみるとわかるんですが、リンクがしているイヤリングと同じっぽいものをつけているようです。ゼルダはイヤリングはしていませんでしたね。1万年前の勇者もイヤリングをしていたんでしょうか。かかりこ村でインパから聞ける伝承の絵の勇者にはそれらしいものはなかったですよね。同じものを物理的に持ち越せるということは考えにくいので、この人物は正真正銘リンク自身なのかもしれません。今のところそう結論付けておきます。ゾナウ迷路っぽい模様が手だけじゃなくリンクの肌にも入ってきています。肩の部分ですね。この模様がゾナウ迷路の元ネタなんでしょうね。詳細は不明です。腰には古のシーカーストーンって感じのものをつけています。これを使って後々のシーン、ビタロックのパワーアップ版みたいな時間逆行の能力を使ったのかもしれませんね。次のシーン、
右奥に見える屋根みたいなものを前回はかかりこ村のインパの家って言ったんですが、なんか縦長だしいくつかの層に分かれてるように見えるんですよね。インパの家ではなさそう。一応拡大画像を見せておきます。お役立てください。この建物に似ているものについて情報をお持ちの方はコメントでお願いします。この謎の盾については考察 1.5 と考察2の動画で触れていますので、そちらをご覧ください。不思議の帽子や風の宮殿などについてお話ししています。次のリンクが走ってるシーン、まずはこちらを見てほしいんですが、ゼルダの全力疾走と普通の速さの走り方です。ブレワイと薬目の映像ですね。ゼルダは走るとき腕を横に振る、いわゆる女の子走りのフォームのようですが、リンクは肩から大きく動かして前後に腕を振るって感じのフォームでした。伝わりにくかったらすみません。そしてこのシーンのリンクもブレワイのリンクの走り方そのまんまと言える気がしますので、この人物はリンクなんだと考えています。しかし先ほどの天空に飛び出した時のシーンと同一人物かはわからないので、あのシーンの人物はまだまだどちらかは決めかねます。装備がちょっと違いますもんね。正直体型的にはゼルダに見えてきます。次のシーンです。僕の中ではアイゴールでほぼ確定にしてしまっています。首と言える接合部分はゾナウ星と思われる緑の光で輪っか同士をつなげています。これは前回気づきませんでした。視聴者の方にコメントで教えていただきました。胸にあるマークと一致するものはまだ探せていませんが、周りの緑色の円は2匹の竜が互いの尻尾に食らいついているように見えます。中心の黄色いマークはほうきですかね。何かは分かりません。そのほうきっぽいものを取り去ると、僕が勝手に蛮族マークと呼んでいるこのマークに見えますね。そして周りの緑色の円を改めて見てみると、ヤシの遺跡のミニチャレンジで出てきたあの石板の周りの夜光石を使ってるっぽい文字たちにも思えてきます。ヤシの遺跡のあの石板の中は蛮族マークがありましたね。ヤシの遺跡と深い関わりがあるんでしょうか。もう一つ彼について話してないことがありますが、また別の動画でお話ししたいと思います。次のシーン、前回は左の方をあまり見ていませんでしたが、左奥に天空の遺跡の一部っぽいものが落ちているのがわかります。色も形もほぼ一致してますね。天空パートは過去なんだと思い込んでいましたが、この遥か上に島がたくさんあるんでしょうか。雲の上だから見えないとか、そんな感じなんでしょうかね。天空パートになるとリンクが姿を変えるというだけのことかもしれません。次のシーン、これもリンクだと思っていますが、詳細は不明です。爪が少し長いですねと視聴者の方から教えていただきました。ファースト PV のゾナウっぽい右手もかなり爪が長かったですよね。腕に巻かれてる装飾はゾナウ迷路っぽくもあり、スカイウォードソードに登場する時空石に浮き出てる模様と似ていますね。時の扉とも似ている。この力の源は時空石から来ているんでしょうかね。古代シーカー族の遺物の色とはまた違う色ですよね。シーカーは水色、ゾナウは緑色。これは時空転移ができる装置だと思い込んでいますが、どうでしょうか。直後の映像と合わせて考えると、ブレワイであったシーカーアイテムをダウンロードする誘導石みたいなものに見えてきます。次のシーンは割愛します。セカンド PV1 で詳しくお話ししていますので、気になる方はそちらをどうぞ。次のシーンです。水流の石像そっくりのドラゴンブレス。前回は気づかなかったんですが、奥に祭壇っぽいところがありますね。周りには天空にある遺跡の残骸っぽいものがあります。洞窟なのか遺跡内部なのか不明です。次のシーンです。回転しながら光った右手で壁に入っていきます。この能力についてもよくわかりませんが、時空石が関係していると考えています。先ほどの話ですね。逆再生されてるあの液体によって緑の道ができてるように見えました。この天空の遺跡たちは1万年前のものではないんですかね。普通に地上にはブレワイの入られると思われる大地が見えます。ところどころブレワイとは違うみたいですけど、抜けてるところは天空の遺跡が地下から出てきた箇所なんだと考えれば、なんとなく納得がいきました。次のシーン、4、5本の巨大な怨念の手にハイラル城が押し上げられていってます。ここに来るまでに天空の映像をこれでもかと見せられたので、このハイラル城も浮かんだんだと思い込んでいましたが、視聴者の方からもコメントでいただいた通り、城の中心部に細長い柱のようなものが立っていますね。このハイラル城はブレワイ続編でも多分ラストダンジョンなんでしょうけど、もちろんブレワイと同じようにチュートリアルが終わったらラストダンジョンに行けるような自由な設計になっていると思います。
天空からそのままシームレスに降りれるとしたら、それが一番考えやすいですかね。赤黒くて手のような見た目のこの怨念たちをかいくぐって登ればいけるんでしょうけど、この高さとなると頑張りゲージがどう考えても足りないですもんね。続編ファースト PV で怨念が吹き上がっていたのがまさしくこの怨念の柱だとは思うんですが、ファースト PV の時と違ってせり上がってるシーンでは夜のように暗くなっていましたね。そんなところから城がせり上がるのも段階的なんだと考えました。例えば大型ダンジョンが6つあるとして、それを1つクリアするたびに1段階上がっていくとか、そんな感じでしょうか。この真下にはガノンミイラがあるとは思いますが、今どういう状態になっているのかとても気になりますね。ムキムキに復活している可能性があります。またこのミイラが1万年前の勇者かもしれないという可能性の方でも少しずつ考察を進めていってます。いろいろと今まで考えてきた説も完全に捨て去るわけではなくて、隅に置いてやるって感じで、いつかまた掘り出したいですね。そのうちまとまったら動画にしたいです。その他にもこのチャンネルではブレワイ続編を中心に考察動画を投稿していますので、気になった方は一つでも他の動画を見てくださると嬉しいです。そしてこの動画を楽しめた方は高評価ボタンを押してくださるとまた動画作りを頑張れますので、どうかお願いします。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。